はい、こんばんは、かかげでございます。さて、やってくか、今日も。じゃ、ガッシーのから行こうか。足の組み方がめっちゃくちゃ悪いな。なんでかっていうと、膝落ちてるところが一緒なのよ。これ、パッと見、ほぼ同じ長さやろ。だから、ただ単にこうやってクロスして、立ってるような人にしか見えへんのよ。次、悪い部分。この、ろうそくの立ち方が全部悪い。上から見てるわけやんか、こう。それやったら、傾いてるんだから、手前に傾いたようなろうそくにしないと。そうじゃないと、空間にならんのよ。あくまでここっていうのは傾いたこの世界になってるわけやから、このろうそくとかも全部ね、同じように傾けていかないと。で、次に、フロアカってあるやん。フロアカってまんまになってるわけ。これも少しね、変化をつけて、やってる方が空間っぽくなるわけよ。中間が分かりやすいから。分け方とかも、こうやって。そういう部分だな。まだもう一回行きましょう。次。おー、さぎり、なんだこいつ。絶妙に可愛くないな。可愛くか、これ。そのまま持ってきすぎ。要素を貼り付けたただのキメラになってる。犬と和紙とかって言うんだったら、鳥の要素だけど、例えば肉球がついてるとかね。一歩もまあくるんとこうしてるみたいな感じ。トナカイ必要かって感じやな。トナカイの耳っぽいのをつけといた方がまだマシかな。置き換えすぎって感じやな。で、あとシルエットがね、良くない。丸いとか、可愛いもんって結局まとまってんのよ。まとまったものにピョンってついてるぐらいなのよ。丸いものにさ、こう天使の羽みたいなのついてたら可愛いやん。まあ、これタコピーっぽいかもしれへんけど。三角のやつらに、ちょっと四角いものを2つつけるとか。なんかもう、そんな程度なのよ。マスコットキャラクターなんだったら、シンプルでいいのよ。ペンギンっていう土台があったかもしれんけどさ、ここにごちゃごちゃ付け足しすぎてんねん、こうやって。可愛くなくなってくるやろ。そもそもペンギンってマスコットレベルなのよ。ペンギンは多分めっちゃ難しいと思うよ。サンリオのキャラクターとかでもさ、こんなんじゃん。ペンギンそのものがもうなってるから。ウーパールーパーかってもうそのままマスコットレベルやん。おいでもわーって書いたらほらもうマスコットみたいなもんやん。もう単純化されてんのよ実際は。みんな気づかへん？ソーシャルゲームのマスコット化されてるのってさ、ドラゴン、ユニコーン、白虎とか、元々がいかついやつらからデフォルメしてるわけよ。可愛くさしてんのよ。もうちょっと勉強してきな。小人はあれだな。重なりが苦手すぎるな。順番に書いていってないのよ。例えばこの辺りの影の付け方とかもそうやけど、まあ、これだったらね、張り付いてるだけになってんのよ。奥に行けば奥に行くと基本的には暗くなるのよ。あんまり横のイメージとかができてないのよ。こうなって、今こういう風な感じになってるでしょ？お手手もこうやってるわけじゃん。で、このままスカートを履いてたりするから、で、手前側を描くときにみんな混同すんねんけどな。上から光来てんのか、手前から来てんのか、どっちかよくわからない状態になってんのよ。手前から来てんねやったら、別にここって影当たることないのよ。上から来てんねやったら全部ガードしてんねんから、最終的にここら辺とか全部暗くなっちゃうのよ。だけど、この辺りの明るさとこの辺りの明るさが結局一緒に見えちゃってるから、奥行きが感じられないのよ。この足かってどっちが奥なのか手前なのかっていうのはわからないから、そういうところも含めてやな。まあ何度も書いて覚えていこう。次、ルートン。猫っぽい恐竜にしてみました。これは可愛いな。これさっき言ってた恐竜っていういかついものがいるよね。で、それに対して猫っていう要素を組み合わせたってことやから、これはよくできてますね。ここで、さぎりのやつとこう比べてみると、なんかちゃうってなるでしょ？これはなんか普通に、ここ猫の手にしてても全然いいと思うね。この短い手でさ、猫っぽい手持ってて、地図持ってたら可愛い。猫の手もでかくしてもいいよ。ちっちゃいものを逆にでかくするってのもいいね。デフォルメってちっちゃくするっていう意味でもないからな。誇張表現するってことやからね。足だけ猫っぽくするとかでも全然いいと思う。まあでもこれは可愛かったので OK です。いいでしょう。合格。はい、次。これなら OK かな。俺だったらこれ、もう逆にここはもっとでかくするな。なんでこれをでかくするかっていうと、でかくした方が三角形の形に近くなるから。四角ってあんまり可愛くないのよ。例えばけど、丸くするって言うんだったら、バッグ持ってるキャラってよくおらへん。あれってね、丸みを見せるからなんだよ。丸みを見せるとさ、なんか可愛く見えるやろ。この場面でも、こうすることによって、丸く見えるわけよ。だから可愛くなるんだよ。マスコットキャラクター、奥が深くなってきただろう。これはまあ合格でいいでしょ。猫竜。こう、組み合わせたらいいねんけどね。パーツがな、まんますぎんのよな。マスコット的なやつだったりするわけやから、例えばやけど、耳を猫耳だけど、ちょっと大きくしてみるだったりだとか、もうちょっとこの辺とかも、デブ買ったりだとか、この子はなんかのお供なんですにゃーみたいな、そういう設定とかもなんかないのよ。そこ、重要なの。
もっといろんなキャラクター見てるか？ちいかわなんてこれやぞ。一体猫なのか何なのかわからんじゃん、あいつら。栗まんじゅうなんてこうじゃん。栗まんじゅうはラーテルっていうイタチやねんけど。猫なのか何なのかわかんないけど、これぐらいまで略してるわけよ。カーキのはリアルすぎ。デフォルメだったらこれぐらいいくんだよ。元はなんかこういうラビット的なウサギがさ、顔がでかくなってさ、眉毛がこうついて、こんな感じやんか。ウサギって。もっと略していい。書いた方が可愛くないなって言うんだったら、書かんでいいねん。それがデフォルメやから。ちいかわにこれ書いたら嫌やん。ゲームのマスコット的キャラクターになれるかって話ね。ピカチュウになれるかって言ってんねん。ピカチュウなんて電気ネズミって言うけどさ、どこにネズミの要素あんねんって話やん。こうじゃん。ピカチュウって。もうネズミじゃないやん、別に。別にネズミ要素ないじゃん、これ。次、また猫だけど。猫すぎる、これも。アニメキャラに出てきたらどういう感じやと思う？同じ招き猫をモチーフにしてるけど、デフォルメの差が全然違うやろ。お腹周りとかもスッキリさして、耳とかも大きめにしてるじゃん。招き猫だよっていうところだけ、めっちゃでかくしてんのわかる？そこまで大きくなかったはずの部分やね。だけど、サミーが描いてきたやつって、招き猫のシルエットじゃん。これよ、デフォルメの違いって。だから、招き猫っていうやつを動きやすいようにするにはどうしたらいいのかっていうのでデザインされてるわけよ、これ。マンチカンっていうことは手足が短い。そこを一番アピールしなきゃいけない。リアルな目とかっていうよりかはもう、ちょっと入れるか入れないかで全然怖さが違うな。お手伝いなんだったら、リボンとかっていうよりかは、ぴょこって出てるとかでも全然いいと思うね、これ。あえてその別に猫の手じゃなくてもいいんだよ、もう。そんな感じで考えていけば、おのずとデザインが出てくるでしょうねっていうお話じゃん。次。やっぱちょっともやついてんね。くっきりするとこが欲しいわけよ。これが良くないのが、この赤いのでこう溶け込んじゃってるわけよ。こうやって溶け込んじゃってるエリアが多いわけね。この奥と手前とかも分かりづらいわけよ。指先のとこだけでも色味を上げとくとか、そういう一手間が欲しいよね。全部結局こうもやもやってしたものがいろんなところに感染していってるわけやから、なんか見にくいね。ちょっとそうするだけでもね、前後感って全然つくと思うのよ。このエフェクトっていうのはな、この人を中心になってるわけじゃない。でもこれにはちゃんと、こいつ側が奥で、この辺りってのは、このキャラの手前にあるもんだから、手前なんだったら手前らしく表現しようねというお話よ。でも、課題としては合格やね。次、くずはくんのなんか新衣装かなんかこの構図で1000リツイート撮ってる子探してきてみ？上半身が2つこう並んだタイプのイラストで1000リツイート撮ってるようなイラスト見つけてきてみ？もう全然動きとか書いてるようなことが違うから。この指も何っていうレベル。くずはくんで1000リツイート撮ってる子の着方じゃない。体は真正面の体勢なのになんか服の柄だけは斜めっぽくなってたりだと。二人を描く前にまともに一人描けるぐらいにならないと。次、ピコマル。これもごちゃついてるかな。このミコピーと服が合体してるように見えるやろ。なんでかっていうと、この服の流れとこの柄の流れがごちゃついてるから。だからここでこういう流れに見えんねん。こういった部分が多いな。尻尾出てる部分とこういうのが重なったりだとか、このあたりこのさすまたとかとごちゃごちゃしてたりだとか、このかぼちゃのこれとこれが被ってたりだとか、流れの被りが多すぎる。こういう時は位置をずらすなり、しっかり分かれてるように見せる。光買ってふわっとさせるんじゃなくて、はっきり分けたり。そんなんじゃなくてもっともうはっきり分ける。こうフォークとかももう手前にいるんだと俺は手前なんだぞってもううるさくするぐらいでも全然いいね。こっちの方が全然見やすいと思うね。で、こうバーってやってるけど、同じ動きをさせるんじゃなくて、例えばここ一個こっち上がってるんだったらもう片方は手前に動かすとかね。被りをなくす。背景とこっちになってるけど、こうくっきり残してる方が分かりやすかったかな。悪魔になってるっていうコウモリの羽が見えづらいもん。そういうことだね。で、これはさ、武器書くのはいいけど、これ武器の中心はどうなってんの？ここが真ん中にやったら、こいつを真ん中として捉えなきゃいけないんだぜ。これ捉えてるかちゃんと。このど真ん中にも、ど真ん中ってわかるような処理をね、入れるべき。ここが真ん中とするってなったら、どうりゃ曲がってんのよ、これ。ナイフまっすぐやろ？こんな感じで曲がってるよ。人工物なんて実は一番簡単なレベルでもあって、まず人工物ってのは絶対型があるわけよ、こうやって。この型から切り取ってるわけやん、こうやって。で、ナイフを作ろうと思ったらこの型から切り抜いただけわけやん。ナイフの完成や。
ならちゃんと、このナイフも、この流れと一緒のようにして、書かなきゃいけないわけよ、こうやって。で、ナイフなんてものはこのグリップから基本的にははみ出さないんだから、はみ出さないでしょ？こっからはみ出してないんでしょ？これの、ここが先っぽですよっていう風に書きゃいいだけの話。金型に入れて。これあるだけ。こうやって基準を作ってないからこんなことになんねやろ。だから持たせるんだったらこんな感じになる。もうちょっとそういうとこも調べて書きましょうね。次。ジョンマン。ジョンマンは線とか綺麗にやってるけど、この辺りののっぺり感が、どうしてもね、ペタ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 、紙が貼り付かれてるような感じになってるから、角度も悪いんだよ、これ。正面、まだちになってるけど、俯瞰気味に立たせやなあかんね。この二人のキャラの下が俯瞰になってないから、遠近感が感じられへん。あと、このスカートの広がり方。お尻がでかく見える。お尻が変に潰れてるように見えるな。こういう風に潰れてるかっていうよりかは、こう潰れてる感じに見えてる。もうちょっと高さ欲しかったな。折り目の付け方がちょっと悪いかな。まだまだ要練習ってこっちゃな。これ、持ち方が変。この人差し指はまっすぐ出てるかもしらへんけど、でも、親指が真横すぎ。こう持ってるでしょ？これまっすぐ出てるわけや。こうなるわ。イチゴがあったとするならば。でも、今この状態の指って、こうよ。物理的に変だね。そういうことです。ちゃんと実物見な。これね、課題を合格してますね。はい、おめでとうちゃん。これね、このまま投稿してたら伸びなかったんだと思うんだよな。言う前にね、投稿してたんやけど、アシュラ男爵みたいになっちゃってるから、分割で投稿しやってね、言うとかんなあかんなって思った。分割で投稿してたからね。よかったよかった。まあ、あとちょっと怖いのは、ここかな？この部分がね、怖いかな。ここまではまだええね。しっかり指の厚みが見えんねんけど、ここから急にちょっと厚みが減ってるせいで、ここだけ不安になる。指の厚みがなさすぎて。だからね、もうちょい見せた方が良かったかな。まあ勢いあるいい絵だから、ここだけちょっと気をつけようってところかな。クエスト添削をね、昨今の SNS を鑑みたりして、ルール改定すんのと、募集項目とかもね、ちょっと増やそうかなと思って。というのも、まあ、ぶっちゃけ、みんな、クエスト添削めんどくさいやろ。募集項目追加、クエスト添削やりたくねえよってやつが多分いてると思うので、SNS の添削か、画力チェックか、イラスト関係の相談。いつも描いてる絵がこんなんなんですと。ここの解釈がわかんねえっす。かかげ先生だとどう描きますかみたいな。だから画力チェックってのも、私の絵古臭いって言われてるんですけど、どうしたらいいんですかとかに使って。イラスト相談の関係やな。先生、私の絵なんでどこが可愛くないんですかって言って。こんな感じのやつをやってください。まあそういう項目が追加しましたということです。次、ランク付け配信。1ヶ月に1回します。で、A ランクになった子は動画で紹介します。例えばやけど、A になった子は DM で、こういう仕事を希望してますっていうのを俺に送ってくれ。コロソの時みたいな感じで紹介してあげるから。こういうのを頑張りたいと思ってますみたいな文章を俺に投げてほしい。ソーシャルゲームの一枚イラストとか募集してますと。任天堂ダイレクトならず掲げダイレクトするわほんま。うちで育てた野菜を直接企業の皆様にリクルートしたいと思います。生産者の買い物するとこ。仕事のきっかけ作りかな。多少ルール変わってるかもしれへんけど、まあ大体こんなもんなの。